はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、リノです。今日もウォットビーのリプレイを見ていきましょう。今回はファンユーロのポーランド戦車 CS4453 の戦車紹介になります。まずは、CS44 からになりますね。まずチーム編成からですね。チーム編成は重戦車味方ね、重戦車2体、中戦車2体、駆逐戦車3体と、敵との違いは重戦車はこちらはマイナスですが、駆逐戦車がプラスというところで、駆逐を生かした立ち回りをしていきたいというところ。まず、僕は今ボトムティアでの参戦なので、中戦車としてまず敵の偵察から始まります。そのね、まず、CS44 の紹介としてポイント1ですね、装甲が弱いというところがあります。中戦車はね基本的には装甲が弱い戦車はあるんですけど、CS44 は特には他のね、中戦車と比べて弱く、結構撃たれ弱いので体力管理が一番大事なポイントかなと思います。で今回ねそのボトムティア7ティア8のボトムティアでの参戦なので、味方のねサポートをメインにしていければという風な立ち回りができればなと思っています。今回味方はね駆逐が多いので敵をこうやって偵察して、味方に撃ってもらいサポートして稼げていこうと思っています。でまずね前線に出て敵をスポットしていきます。でポイント2つ目、前進交代速度が速いというところで、ちょっとこうやって頭を出してちらっと出したりすぐ引っ込めたりという風なね、移動の面がねこの CS4 は優秀で、走行が弱いのでね、なるべく被弾を避けたいところなので、ちょっと頭を出してちょっと引くというようなねスタンスがいいと思います。でプラスで、攻めの話に関してで言うと、打っては隠れてこの感じでこのね目の前の竹シュタインじゃないですけど、ですぐ下がってっていうのが一番攻めのスタイルとしてはいいのかなと思います。で探検して打ったところで、敵の別動隊が味方の駆逐の裏側から来てるので、そっちを倒しに行きたいところなんですが、こちらに体力ちょっとのスーパーヘルキャットがいたので、倒していきますと。で、ポイント3つ目、この子はね一発のね火力のダメージが大きいというところで、ティア8の戦車に対しても276度のダメージを出しています。反発火力が大きいんで、だいたいねワンパンで倒せるんですけど、今回のこのゲームでは結構ヘイトが少なかったんで、結構バンバン敵に撃ててますね。すごい動きやすいです。で反発火力が大きい分、その分ね装填速度が他の選手と比べて結構遅くて、 DPM でいうと結構ね最低ランクに当たるので、そこら辺は注意なんですけど、このように、交代前進速度が速いので、打っては下がって打っては下がってっていう感じで、溜まったら打ってっていうのを DPM を、そういう部分でカバーしていくスタイルがいいのではないかと思います。ちょっと2発ぐらい今ミスっていますが、こういうね打って隠れてっていうスタイルが CS44 のただのプレイスタイルになると思っています。戦況は五分五分でね1体倒しては1体倒されっていう感じで、1体積んでますが、今はねチセとの2体になってます。体力はね私は満タンなので、なるべくメインでこう盾になっていきたいところではあるんですけど、そこが弱いのとボトムティアでの参戦っていうところで、ちょっとチセに頑張ってもらいできるところで、こうやって動き出しの部分でも、狙っていきたいと思います。で今ポイントね4つ目として、タスクが早いのと精度もいいので、こうやって動き出しの戦車とか動いてる戦車でも結構すぐにこう見つけてすぐ撃つというねこともできています。で敵をねスポットして、残りの少ないね戦車を撃つっていうのも大事な重要な役目なので、今みたいな動きが結構いいんじゃないかなと思います。ただね貫通力もそんなに良くはないので、こういう風なところで注意が必要。交代速度が速いのでちょっと隠れるのはいいんですけど、優秀なんですけど、こういう感じで、敵を倒して、今回は、2390ダメージで M バッジが取れましたというところで、まずね CS44 の戦い方のスタイルをお見せしました。次はね今回2本目の、CS53 派生先の CS53 の動画になります。
ではマップは変わりましてヒメルズドルフ CS53 の、始まり、南側スタートの始まりです。今回のね編成はね、味方はね軽戦車1体中戦車2体と、軽中戦車に、部がある編成なので、みんな同じ方向に来てほしかったんですが、あんまり動かなかったんで、とりあえず目の前の敵を撃ちつつ重戦車のルートの方に行こうかなと思ってたんですけど、本当はねみんな一緒の向きに動いてくれれば数的有利でね結構敵を圧倒できるんですが、ちょっとここを見てみるとねパンツァーがね動いてないのが見えたので、しっかりと狙って一発ダメージを入れていきましょう。で敵の編成を敵のね配置を見ると中戦車と重戦車がちょっと分断していたので、こちらの軽中戦車ルートがね、数的に有利なので急いで攻めようというところで、どんどん進んでいます。こんなところに今弾きましたね。体力少ないんですが、こう今みたいなね動き出しの戦車とかも結構ねCS44 の精度はいいのでいけるんですけど、 CS53 はね CS44 と異なって精度は落ちてるんですね。前も結構たまたま当たったんですけど、というところで AMX が裏側に回ってるので目の前のパンツァーを倒していきますと、 AMX が戻ってきたので一発入れて倒していきたかったんですが、ここは AMX からの前段を受け入れることにワンチャン狙って食ってたんですけど、全然確かったですね。パンツァーの弾丸は外しきましたと、 SU の車線をくぐり抜けて AMX を倒しますと、移動しながら撃って SU はちょっと見えましたが向こう側に走っていったかな。ちらっとこっちを見てつつ、敵を撃っていきますと、CS53 はね精度が落ちてる反面ね体力の単発火力が大きくなってて、というのもねタングステン砲弾を使用できます。この動画では使ってないんですけど、タングステン砲弾で瞬間的な火力アップが期待できる戦車になります。で味方のね重戦車も結構奮発してくれてて、今のこの直線上で、敵を挟み撃ちできているんですけど、狙う順番としては、体力の少ない戦車からが一番重要最優先なんですけど、次に狙うのはね僕個人ではねトップティアがね一番いいのかなと思います。敵の主戦力を削ってあげることで、敵の戦力がだいぶ落ちるので、ここは10を狙っていきます。でそしたら目の前の先ほどの KV3 を倒して、残りは駆逐戦車2体とアドレナリンを焚いて、もうねダメージポイント稼ぎタイムなのでどんどん削って、駆逐戦車はねここもうワンパン圏内なので体力管理は重要管理を徹底して敵を倒して勝利になりますね。という感じで、今回は、3873ダメージの M バッジ CS53 も取れています。というところで、ポーランド戦車、2人紹介していましたが、戦い方、結構ねCS さんはクロート向きで戦いにくいんですけど、特性を生かして勝利に貢献していきましょう。今回はここまでになります。また次回の動画でお会いしましょう。